案件以外でいい商品は紹介しないのですか？ナインさんの商品のものはお金の匂いがして苦手です。おいくつなのかがどうしても気になります。あにゃーせよー、ナインです。今日はですね、チャンネル登録者数5万人を記念して皆様から事前にいただいた質問にお答えしていきたいと思いまーす。で、そのままやってもつまらないので、今日はね、ちょっとスキンケアをしながらお答えしていこうかなと思います。私がね、9月にお誕生日だったので、それでお食事に連れて行ってもらってお誕生日プレゼントもいただいたんですけれども、アプクジョンロデオにあるすごい美味しいディムサムのお店に連れて行っていただいて、で、その後ね、そこの近くに私が最近見つけたコーヒーの専門店があるんですよ。で、なんか美味しそうだったから、ケーキ2個、ティラミス1個買って、家帰ってそれまで食べたら超今胃もたれなの。全部は食べないよ。迷うのがめんどくさいから、めんどくさくて全部買っちゃう派なんだけど、最近さ、あんまりね、甘いのが食べれなくなったの。もうなんかちょっと目でやられてしまって、久々に食べたらガツンってきた。ということで、ちょっと食べ過ぎたので乳酸菌を取りたいと思います。これがね、キュオームっていうところの乳酸菌で、何が違うかって、これが乳酸菌が1丁入ってるんですよ。で、味もね、普通に飲みやすいの。キムチの中で生き残った乳酸菌らしくて、普通、乳酸菌とかって胃の中に入っても死んじゃうんだけど、これはそういう環境の中でも生き残った乳酸菌だから、一丁ね、ちゃんとこう、届けてくれるよっていうもので、気に入って今ずっと飲んでます。スキンケアはこちら、パイオンテックのボリュームトックスオリジナルブースター。本当にこのパイオンテックいいの。前の映像見てくれた？見てない方は本当急いで見てほしい。私の本当に今まで使った中で史上最強のスキンケアだったから。で、今日はこちらのルベルリーのメルティングハイドロゲルマスクを使いたいと思います。このマスクパックすごいよくって、ほんとゲルのマスクなんだけど、最近韓国がさ、乾燥がすごいのよ。だからたまにね、こうやってちゃんとパックとかやってあげようと思って。で、このパック使ってみたんだけどね、すんごいトゥルントゥルンでね、ゲルになってて、肌にピターっと張り付いてくれるの。なんかゲルマスクが今韓国でも流行ってて、いろんなブランドで出してると思うんだけど、私はこのルベルリーが気に入って使ってます。こういうちっちゃいのがあるから、これなんか眉間とかにつけるの。これをね、30分ぐらい置きます。私はいつもこうやって髪を乾かしてる間にパックとかする派です。で、最近ね、使って私がすっごい気に入ってるヘアケアがあって、これは前も紹介したんだけど、このケマのミラクルボンドバーム。これをタオルドライしたら適量出してから手で一回温めるのね。そうするとバームがこんな感じでオイルに変わるんですよ。で、シャンプーとトリートメントもあるんだけど、ケマすっごいいいの。私本当に韓国の水が合わないっていう話を飽きるほど言ったと思うんですけど、もう髪の毛が本当にもうぎっしぎしのキッシキシになっちゃうわけね。だからもう髪が突っかかっちゃうの、こう洗ってる間に。なんだけど、ケマはね、シャンプーダブルシャンプーするんですけど、2回シャンプーして、いつもだったらぎっしぎしで指が通らないのに、ケマは本当にさーって指が通ってから、それにさらにトリートメントまでするでしょ。もうね、本当に、ヘアサロン専門で使ってるっていうのが使いながらわかる。それぐらい、今の私のこの鬼ダメージヘアに効果が出てるってすごいことなのよ、本当に。だからもうなんか、今までのヘアケア何だったんだろうみたいな。全部捨ててそれだけ使いたいって思うぐらい、めちゃめちゃいいのね。で、今ちょうどパイオンテック販売中なんですけれども、2セットご購入いただいた方に私からのプレゼントで、このケマのミラクルボンドバーもプレゼントさせていただきますので、とりあえず、前の動画見てない方は見に行ってください。それだけ私が今本気で推してる商品なので。じゃ、ちょっと髪の毛を一旦乾かしてから皆さんのご質問にお答えしていいですか？ちょっと頭が冷えちゃうので。私が一番嫌いなこと、ドライヤー。本当に私の髪を毎日乾かしてくれる人が欲しい。なんかあるじゃない？昔のイギリスの貴族のドラマとかで、お手伝いさんが毎回髪を溶かしてくれるのあるじゃん。私もそういう人が欲しい。しかもさ、髪の毛って自分で乾かすより誰かに乾かしてもらった方がサラサラにならない？だから、おんまとかお姉ちゃんこう手伝って乾かしてくれる時があるんだけど、私が乾かした方とお姉ちゃん乾かした方で全然違ったの。乾かし方ひどいって怒られたしね。はい、ということで、皆様の質問にお答えしていきたいと思います。すごくない？このゲルマスク。時間が経てば経つほどなんかピタってね、密着してくれるの。質問一つ目。とりあえずこれはやっとけな美容施術は、はい、私が日本で大手美容クリニックで6年間カウンセラーをやってたじゃないですか。さらにはね、自分でいろいろ受けてみたりもして、これやっといた方がいいよっていうものを、そうね、選ぶとしたら、ボトックスかな。でも、これは、先生選びはちゃんとしといた方がいい。なんでかっていうと、ボトックスって筋肉の動きを弱らせる効果があるんですね。で、どういう筋肉かっていうと、その表情筋。例えば、こう笑った時にできる目の周りのシワとか、こうやって眉間にシワを寄せた時にできるシワとか、あとはおでこの力で目を開ける癖がある人は、やっぱ横じわがこうやって出るじゃないですか。で、そういうのが癖になると、例えばなんか、
靴のかかとと一緒で、どんどん踏んでいくとシワになるでしょ。それと一緒で、お顔もくしゃくしゃさせることで、深いシワになっちゃうんですよ。じゃあ深いシワになった時どうするかって言ったら、それを埋める治療しかないわけなんだけど、そうなると、ヒアルロン酸とかになるのね。もう個人的にはあんまりヒアルロン酸はお勧めしたくないです。なんでかっていうと、どんどんやるとすごい不自然な顔になるので、個人的にあんまりヒアルロン酸を押したくないんですね。なので、予防段階でやるっていうので、ボトックスをお勧めしたいです。もうできちゃったシワには効果はないんだけれども、できる前のシワが深くならないようにする施術として、ボトックスがおすすめです。ただ、これも上手い先生がやらないと、すごい表情が硬くなって変になったりとかするので、先生選びはちゃんとした方がいいよっていうのと、一応ね、ボトックスがだいたい3ヶ月ぐらいの持ちなんですよ。だからもうずっと維持していきたいっていう人は3ヶ月に1回ぐらいやっとくといいと思うし、ちょっと不自然で嫌ですっていう方は、半年に1回とかでも私は全然いいかと思う。私もね、あんまり表情が不自然になるのは嫌なタイプなので、ただ深いシワを作らないために、たまに、ちょっと結構シワ寄ってきたなっていう時は、たまに打つようにしてます。普通のボトックスじゃなくて、スキンボトックスって言ってから、毛穴とかにアプローチしてくれる、もうちょっと浅い層に打つボトックスがあるんですよ。それやるだけでも、マイルドになんかシワが寄りにくくなるというか、なのでちょっとマイルドにやりたいなっていう人はスキンボトックスでもいいかなと思います。で、この間さ、私皮膚科行ってきてスキンボトックスを打ってきたのね。で、普通に私はほら、お肌のケアとしてスキンボトックスを打ったの。で、なんか最近すっごい、なんか目疲れるなみたいな思って、なんかすっごい顔が固まった気がしたのね。なんか顔硬いなみたいな思って。なんか自分の顔変みたいなずっと思ってて、なんかある時に、なんかすごい目疲れてるねって言われて終わったわって思って。で、なんか、そういえば私スキンボトックスやったじゃんと思って、これのせいねって思って、やっぱりね、スキンボトックスも先生の打ち方によって全然出方が違うんですよ。たまたまその先生がね、初めてやってくれたんだけど、なんかすっごい表情に効いてきて、めっちゃ顔が硬くて、めっちゃなんか自分の顔硬いなみたいな。やっとちょっとね、最近落ち着いてきたんですけど、そんな感じで、先生選びはちゃんとした方がいいよっていうので、先生選びちゃんとすれば全然ボトックスは危険な治療ではないので、私はお勧めしたいです。あと、もし若ければリフティングレーザーとかは定期的にやってあげるのがおすすめ。リフティング治療は、そうですね、30から40代ぐらいまでかな。あれも基本的に予防的な感覚なので、結構たるみ強いとあんまり変化わからないんですよ。だからたるまないような予防としておすすめ。で、もう一回たるんじゃうと本当に切開リフトとか糸リフトとかしかないけど、私は年が取った時にどっちもやりたくない派なので、やらないためにリフティングレーザーを定期的に受けてるっていう感じです。マジで効果のあるダイエット系、安心安全成分、サプリのコラボ希望です。これは多分やらないと思います。なんでかっていうと、なんかダイエット系のサプリ私も今まで色々試してきたのね。で、ある方にダイエットサプリっていうのはダイエットに効果のある成分って本当にちょっとしか入ってないんだって。なんでかっていうと、やっぱりたくさん入れちゃうとその分副作用が強くなるから、本当にちょっとしか入ってないし、じゃあそれで効果が出てる人は何なのかっていうと、みんな高いお金払ってそれを買ってるわけだから、食事制限もするし、運動も頑張るし、それで結果が出てるだけだよ、みたいな。確かにね、みたいになってさ、何でも好きなもの食べて、サプリだけ飲んで痩せるなんて、そんなこと言ったら世界中に肥満なんかいないじゃないですか。本当にそれはそうだなって私も思ったし、実際に美容クリニックとかで取り扱ってるダイエット薬とか見ても、結局は食欲を抑える薬なんですよ。つまり食欲を抑えて食べる量を減らすから結果痩せるっていう、そういう薬なんですね。好きなもの食べまくって痩せるよっていう薬はこの世の中に存在しません。だから結局はさ、そういう美容クリニックとかでも食欲を抑える薬とかを売ってるわけだから、別に安全に使えば私は問題はないかなとは思いますね。美容クリニックとかでちゃんと検査とか受けながら先生の診察見ながらやるなら問題ないんじゃないっていう派なので、で、オンマも使ってたやつがサクセンダっていうお腹とか腕とかに注射で打ってから食欲を抑えて痩せていくようなダイエット薬なんですけれども、オンマそれで結構痩せてました。本当にね、食欲が湧かないし、結構な量打っちゃうと本当気持ち悪くなっちゃうの。だから量の調整とか必要なんだけれども、結構たくさん普段から食べちゃうです。食事制限うまくできませんっていう方はサクセンダおすすめです。そんな好きなもの食べてから痩せるなんて都合のいい薬はこの世の中に存在しないですよね。次、たくさんあるクレンジングの中でも一番毛穴、角栓、黒ずみに効果のあったものはどちらですか？そうね、私もほんとクレンジングはたくさん使ってきたけど、クレンジングって、そのクレンジング、化粧落としの方のクレンジングのことかな。だったらハメルオイルからフォームに変わるもの、あれはね結構よくって、黒ずみとかも全然気にならなくなったし、お肌がツルツルする感じがするので、私はあれ結構好きですね。肌がゴワゴワしてるの
時のスキンケアとかはどうしたらいいですか？これは何のゴワゴワなのかによるかな。例えば、なんか乾燥でゴワついてるのか、その角質ケアが足りてなくてゴワゴワしてるかによるから、もし乾燥でゴワゴワしてるなら、本当に保湿を徹底した方がいいですし、角質ケアが足りないのであれば、まあやっぱ角質ケア製品、ピーリングが入ってるものだったりとか、レチノールを使ってからお肌のターンオーバーを整えてあげるのがいいかなって思います。なので、何のゴワゴワかによるかな。ニキビが出てる時はパックしてもいいですか？個人的にはあんまりおすすめしないですね。まあ結局ニキビって毛穴が詰まってニキビができたりとか、まあホルモンとかストレスとかの場合もありますけれども、個人的にはニキビの時は結構シンプルにスキンケアは済ませる派で、なんかパックとかはあんまり私はしたくない派です。ナインさんのような綺麗なお姉さんになりたいと日々奮闘している25歳です。おいくつなのかがどうしても気になります。難しければ大体でもいいので知りたいです。皆さん、本当に面白いんだけど、Google とかでナインビューティーとか打つじゃないですか。そうするとさ、なんかみんながよく検索する項目がバーって出てくるのね。そこにナインビューティー年齢って出るの。みんなどんだけ私の年齢気になってるのみたいな。そんな私の年齢気になるって思って、皆さん、年齢は気にしなくていいのよ。これは私も視聴者さんに言われたんだけど、年齢はただの数字だよって、すごい素晴らしいお言葉をいただきまして、何年生まれか知るのはワインだけでいいらしいです。年齢は気にしなくていいんですよ、皆さん。で、私も言うつもりありません、今後も。なんでかっていうと、なんか結局ネタじゃないですか。ちょっと今、パックが終わったので一回剥がしますね。例えば、ナインさん何歳か気になりますみたいな。じゃあ私がそれ答えるとするでしょ？これを塗ります。パイオンテックのボリュームトックスオリジナルペプタイドエッセンス。じゃあ私が何歳ですって言ったらさ、まあどっちかだと思うのよ。私が想像してるより若い。または、めっちゃ老けてるかどっちかじゃない。だから私はなんかそういう人のネタにされたくないから、年齢は言いたくないし、今後も言うつもりはありません。だけど私すっごい若く見られるのね、最近。服装とかヘアスタイルとかにもよるけど、本当に多分トレーナーリュックノーメイクとかだと学生みたいな、大学生なのみたいに言われたりとか、結構そういうことがあったの。オンマも若い時に最初は結構こう年いって見られたんだけど、年齢重ねるごとにこう若く見られるのね、オンマも。だから結構なんかどっかお買い物とか行くと店員さんがオンマにタメ口で話してくるのよ。でもどう見ても絶対にオンマより若いだろうなって私はそれを見ながら面白いなって見てるんだけど、だからオンマも結構すごい若く見られる派で、だから大丈夫だよみたいな。例えば私が50になった時には40歳に見られるし、60になった時はまあ50歳に見られるようになるタイプだよって言われて、そうだから私が昔はね、本当に結構年いって見られることが多かったんだけど、最近は結構若く見られることが多くて、嬉しいみたいな。でもなんか最近もう誕生日が嬉しくないの。もう年取ること全然嬉しくないからもうマイナスしてってんのね、誕生日来るたびに。でもまあヒントを言うと、結構私の年代って黄金の年代みたいに言われてて、結構世界で活躍してる有名人が多いんですよ。だからちょっとなんか嬉しいみたいな感じで、25歳全然若い。本当に。もう25歳なんて人生これから本当にとっても若いので、お答えになりましたでしょうか？まあだから、何歳かっていうより何歳に見えるかの方が大事かな。新しく出会ったコスメでどんな成分を注意して見てますか？避けている成分とかありますか？私はあんまり成分をすっごい細かく見る派じゃないんですね。例えばさ、もう商品の裏もう最初から最後まで全部細かくバーって見る方いるじゃないですか。でも私はそういうタイプではありません。なんか結局なんとかがダメ、なんとかがダメ。で、これがダメだから代わりにこれ入れてますみたいな、そういうのをすごい押してたりする広告というか、そういうの押してたりする、世間的にそういうの押してたりするじゃないですか。でも結局はそれが悪いものもあったりするけど、それを入れない代わりにもっとたくさんの成分を入れないといけなかったりするらしいんですよ。これは化粧品作ってる会社の方から聞いた話なんですけど。だから逆にそれを入れた方がいいんだって。それ入れないことによってもっといろんな成分を入れて肌に負担がかかるから逆に良くないよみたいな。それがすごい悪いみたいに言われちゃってるけど、実は違うんだよみたいに言ってて、確かになみたいな、なんかそこの一点しか見てないから、周りが見えなくなってるというか、だから私はそんなに成分は神経質になって見るタイプではないですね。まあ化粧品ブランドだって、特に韓国は本当に日進月歩、すごい生まれ変わりが激しいというか、また新しいの出たのみたいな、またグレードアップしたのみたいな、常に研究を重ねていいものを作り上げてるわけじゃないですか。で、まあもちろんそんな悪い成分入れてたら問題になるだろうし、ブランドだってね、生き残っていかないといけないから、そんな危険なことはしないかなと思うので、私はそんなに
もうすっごい細かく全部見るっていう派ではないです。はい、次。色素沈着やシミに一番効いたなと思うスキンケアはありますか？プチプラで言うと、アリウルのグリーンビタミン C シリーズですかね。私はそもそもシミはないんですよ。なくて、最近ね、本当にちっちゃいのができたんだけど、オンマのシミに効いたのがアリウルのグリーンビタミン C シリーズ。でもこれは毎回言ってるんですけれども、スキンケアでシミをなくすことはできません。断言しときます。なので、シミをなくしたいんだったらば、もうシミ取りレーザーをやった方がいいし、ただ、その普段のお手入れっていうのが大事で、シミができないようなお肌にしないといけないじゃないですか。だから、いくらそのシミ取りレーザーをやっても普段のお手入れがちゃんとできていなければ、またできちゃうの繰り返しだから、ちゃんと美容皮膚科でも治療する。プラスアルファでちゃんとスキンケアでもちゃんとしてねって伝えてるんですね。だからシミをなくすことはできないけど、そういうシミのケアとしてプチプラでおすすめなのはアリウル。で、結構ね、なくなるっていうよりか薄くなってくれる感じ、ガッて出てたのが、引っ込んでくれる感じっていうのがあったので、私から見ても結構オンマのシミが薄くなってたのよ。アリウルのグリーンビタミン C は個人的におすすめなんだけど、あれがね、結構オイリーな感じがするから、どちらかというと、混合肌とか、オイリー肌とか、20代とかにあんま向かないかなとは個人的に思いますね。ナイちゃんこんばんは。改善されない毛穴悩み、化粧品では無理でしょうか？毛穴ってやっぱ乾燥してたりすると毛穴も目立つし、角質ケアがちゃんとできてなくても毛穴って目立つし、皮脂が出すぎても毛穴が目立つし、だからスキンケアは大事。普段のお手入れとしては大事だけど、スキンケアで完全に開いてしまった毛穴を小さくするっていうのはできないと思います。でも、皮膚科の先生とかに聞くと、中ではね、毛穴はレーザーやっても良くならないよみたいに言う先生もいて、毛穴って結局は皮脂分泌で毛穴が広がってるから、飲み薬の方が効くよっていう先生もいたんですよ。それで、私も結構皮膚の診断みたいにしてもらったら皮脂が結構多く出てたので、皮脂を抑える薬を飲んだことがあったのね。そしたら結構目立つ毛穴が目立たなくなったの。だから、毛穴って皮脂の分泌なんだみたいな思って、日本もね、美容皮膚科行くと、ロアケタンっていうお薬くれるんですよ。あれ、でも私が美容クリニックで働いてた時は、ロアケタンは最終手段だよ、みたいな。すっごい肌乾燥するから、もう本当にニキビが超すごい人にしかおすすめしちゃダメだよ、みたいに言われて、そんな危険なんだ、みたいな私思ってたんだけど、韓国ではもうロアケタンに近い薬さらって出してきたの、私にね。で、飲んでみたら別にそんなすっごい乾燥するとは私思わなかったから、別にロアケタン、毛穴とかニキビ気になるなら飲んでみてもいいんじゃないかなって私は思いますね。で、見て、こういう商品を見つけたんだけどね、面白くない？これもさっきの顔パックと同じ会社の足のパックなの。で、結構さ、足のかかととか気になってる方多いじゃないですか。で、冬になってくるし、ちょっと足のケアしとこうかなって思って、すごい面白い商品見つけたと思って、ちょっと早速使ってみようかなと思って今日初めて開封するんですけど、靴下みたいになってるらしいの。パックを着用して、ビニールカバーをもう一度着用するらしい。で、20分ぐらい使ったら剥がして残ったエッセンスを叩いて吸収させるらしいです。ちょっと待って、クリーム塗るの忘れた。パイオンテックボリュームトックスオリジナルカタツムリクリームです。本当にパイオンテックやばいの。これ使うとね、前の動画でも言ったんだけど、顔洗った後あるでしょ？だいたい顔洗った後ってすごい乾燥するの、私は顔がね。どんなに塗りたくっても、もう顔洗ったらめっちゃ乾燥してるみたいな。なんだけど、このパイオンテック使うと、顔洗った後も肌がしっとりしてるのよ。私は顔洗った後も顔がしっとりしてるかで、その製品がどれだけいいものかを結構判断してるんだけど、このパイオンテックは、今日もそうだったんだけど、朝塗ってメイクして今日帰ってきて顔洗ったのね。めっちゃ顔しっとりしてたの。で、今韓国ほんと乾燥やばくて、私皮膚薄いし、超乾燥肌だから、ほんといい製品使った方がいいよって言われて、このパイオンテック使ってるんだけど、マジでやばい。本当に史上最強で、これが韓国の免税店でも取り扱ってるし、さっきのエッセンスだけでも200万本売れてるんですよ。で、もう本当に女世代の4、50代の方がもう虜になって、もう狂った製品らしいんだけど、本当にそれがわかる。肌コンディションやめちゃめちゃいいの。しかも結構保湿感高いとさ、油っぽくなってニキビができちゃったりするけど、パイオンテックそれがないんですよ。結構コスパが良くって保湿してるように見せかけてる製品って、やっぱたくさん塗れば塗るほど、ニキビできちゃったりするんだけど、やっぱりいい製品って違うなって思った。これ開けて使ってみるね。パック1。ビニールが入ってる。あ、オッケーオッケー。面白。すごくない？何これ？もう靴下がそのまま入ってるんだけど。濡れた靴下。
靴下にエッセンスを湿らせてるような感じ。なんか初めて見たこういうの。何これ？これを履くのね。めっちゃなんか、何これ大丈夫？面白いんだけど。っていうかさ、私さ、本当に足の指長いのよ。人差し指長い人だから、多分靴下のサイズあんまり合わないんだよね。ちょっとやっぱりちょっと短い私指長いからさ、全部入らないかもしれない。めっちゃこれ、指短い人用だね。私はちょっと指フィットしてませんけれども、多分一般的には合うと思います。私本当に人差し指すごい長い人だから、気にしないでね。オッケーオッケー。こうやってビニールをかぶせるらしいです。でもさ、私あんまりね、足乾燥してないんですよ。常にちょっと足がしっとりしてるタイプ。しっとりしてるタイプだから、あんまり足がガサガサすることってほとんどなくって、どちらかというと私今さ、手がすごいガサガサなの。メイクブラシを洗ったんだけど、メイクブラシを食器洗い洗剤で私洗うのね。なんでかっていうと、食器洗い用洗剤が油汚れを取るから、ファンデーションの汚れとかがすごい綺麗に落ちるの。だから私は、シャンプーとかで洗う人もいるんだけれども、食器洗い用洗剤で洗いたいタイプなのね。で、韓国の洗剤がすっごい強いから、めっちゃ手バッサバサになっちゃって。もう知ってた結果なんだけど、だからどちらかというと私この足パック、足より手にやりたい。手の乾燥の方がひどいの今。はい、こんな感じでビニール履いてるので、普通にスリッパを上から履けます。めっちゃ便利じゃないこれ。よくない？これで20分置けばいいらしいので、タイマーセットしとけますね。はい、じゃあ次の質問。案件以外でいい商品は紹介しないのですか？ナインさんの商品のものはお金の匂いがして苦手です。面白いんだけど、この方、私の紹介苦手って言ってるじゃない？なのに私をフォローしてるのよ。しかも、私のインスタも見てるし、YouTube も見てるのね。私ってさ、なんかそういう、なんか人を沼らせる魅力でもあるのかな？苦手なのにそれを見させる、なんか私、魔性の女みたいな。魔法使い私。しかもなんかこの方以外にもね、なんか9点とかのレビューとか、皆さんすごい書いてくださってるじゃないですか。本当にありがとうございます。見るたびにニヤニヤしてるんだけれども。で、なんかその中でも、ナインさんの紹介は信用してないけど買いましたみたいな。信用してないのに買っちゃうのみたいに思って、なんか私さ、そういう能力あるのかななんか、信用してないのに買わせちゃう能力みたいな。信用してないし苦手だし、なんか好きじゃないんだけど、どうしてもちょっと気になって見ちゃうみたいな。人をなんか魅了させる魅力でもあるんですかね。私すごい説明上手いんだろうね。なんかそういう人まで買わせちゃうみたいなさ。しかもさ、この方、私のストーリーとか全部多分見てくださってるんですよ。苦手なのに全部見るって結構すごいと思うの。私はそもそもあんまり好きじゃないなって思ったのは目に入れたくないタイプなので、すごいと思う。その次が、たくさん化粧品を紹介されすぎてどれが一番かわかりません。はい。ということでちょっとこの2つについて私からお伝えしたいことがあります。私が今まで美容クリニックでカウンセラーをやってきたじゃないですか。で、やっぱりいつもこれはお伝えしていることなんですけれども、何が一番ですかって質問やっぱ受けることが多いんですね。ただ、一番っていうのはなくって、なんでかっていうと、私に一番だったとしても、その人に一番とは限らないし、私と今見てくださってる皆様の肌タイプが同じとも限らないじゃないですか。私はまず何がいいですかって聞かれたら、その方によってやっぱ肌タイプも全然違うし、ましては生活習慣も違うわけですよ。だから A さんと B さんがいて、A さんは、じゃあ一応肌タイプは一緒にしときましょう。でも A さんはもうすんごい不規則な生活で、全然寝てないし、もう食べ物もめちゃくちゃ運動もしない。でも B さんはもうすごい健康に気を使ってて運動もしてるし、サプリも取って体にいいものを取ってる、ちゃんと寝てる、ストレスを食べてない生活。で、その人が同じものを使って同じ効果が発揮されるわけがないんですよ。私は、なんか、よくスキンケアで肌がこんなに綺麗になりましたって言ってる方いるけど、私はそれは違うなって思ってて、なんでかっていうと、私、そもそもすっごいニキビ肌だったっていう話をしたじゃないですか。それをどうやって直してったかっていうと、スキンケアだけじゃないんですね。私はそもそもホルモンのバランスで、頬のニキビが本当にすごかったので、それでピルを飲んでからニキビを治したんですね。だから、結局、自分の体内の内側の問題だったんですよ。だから、どんなにいい製品をじゃあ、たとえ使ったとしても、お肌が綺麗であるためには、その内側のインナーケアまでちゃんとしないと綺麗なお肌って手に入らないんですね。で、例えばやっぱりその方によって自分の好きなものってあるじゃないですか。例えば A さんはサラサラなタイプが好き、B さんは結構こってりしたものが好きっていうその好みもそれぞれだし、かけられるお金も違うと思うの。A さんは結構プチプラが好きですっていう方もいれば、B さんはデパコスが好きかもしれないし。だから私はカウンセラーだったっていうのもあって、みんなそれぞれ肌タイプも違ければ、お肌の悩みも違うじゃないですか。シミを悩んでるかもしれないし、
し、ニキビを悩んでるかもしれないし、悩みによって使う製品も分けた方がいいし、あとはスキンケアって衣替えと一緒だよって、これもいつも伝えてたと思うんですよね。1個の製品をずっと使っちゃダメだよって、冬服を夏に着ないでしょ。それと同じで、夏と冬で使い分けないといけないよとも言ってきたし、だから私はその皆さんの選択肢を与えたかったんですね。こういうお肌タイプで、こういう悩みがあって、こういうテクスチャーが好みで、だいたい金額はこれぐらい。で、もしそれがあなたのお悩みとか好みに合うようであれば使ってくださいねって。カウンセラーとして見てくださる方に様々な選択肢を与えたかったので、私がいろいろな商品をテストして、その中でも扱ってよかったなっていうものを選んでからご紹介をさせていただいてたんですね。なんですけれども、今までずっとそのやり方でやってたし、それを理解してくれる視聴者さんもいたので、間違ってないかなとも思ってたんですね。でも、ちょっと反省点だなって思うのが、あまりにもなんかちょっと量が多かった。ちょっとやりすぎだったなっていうのはあったんですね。で、私を長く見てない方とかだと、紹介してる量が多いから、何がいいかわからないってなるのは本当当たり前のことだと思うし、やっぱりその1対1でカウンセリングができないから、結局見てる方が選ばないといけないけど、それをやっぱ選ぶことすらできない人もいると思うんですよ。例えば美容クリニックでお客さんが来ました。私これやりたいです。私これ悩みなんでこれやりたいですって。ある程度美容の知識がある人であれば、それがちゃんと正しい答えであれば、それやってください。合うのでどうぞ。ってなるけど、私ってとりあえず何やればいいですかみたいな。自分の悩みもわからなければ、自分に必要なものもわからなければ、何をやったらいいかわからないっていう方も多いんですよね。だからやっぱあんまりにも紹介しすぎちゃって、実際選べないっていう方も、この質問をくださった方以外にも、やっぱ何がいいかわからないっていうことはよく言われてたことなのね。で、なんかちょっとこれはやっぱ違うなっていうのも思って、今後ちょっと方針を変えていきたいって思ったんですよ。って思ったし、今後方針を変えていくつもりです。結構私の視聴者さんって、4、50代のその女世代の方が一番多いんですね。で、私が乾燥肌なので、結構ね、やっぱ私の肌質と似てる方が、結構私の動画を見てくださるんですよね。なので、なんか今までみたいに、そんな色々紹介する必要もなくないって思って。だったら、もう私が本当に使ってこれだって思うものを、私と似たようなタイプの方に使っていただければいいと思うし、そういう方がいいんじゃないかなって思ったんですよ。そうすればね、やっぱ私の動画見てくださった方が、私の動画を全部見てから、自分に合うものをこうやって見つける必要もないし、もう単純じゃないですか。ナインさん私と肌タイプに似てる。ナインさんこれ推してるんだ。そっちの方が、見てる方にとっても分かりやすいかなって思ったんですね。なので、本当にもう今後は、こういうのはこうで、こういうのはこうでって今まで通りにはやりません。もう本当に私が使ってよかったものだけを厳選して、やっていく方針です。で、それで私が、本当に今まで出会って史上最強だったなって思ったのが、このパイオンテック。私がこういう思いになるように切り替えさせてくれた製品です。私自身が使って、本当に史上最強だなって思ったの。で、なんかその時、プツンってなんか自分の中で切れて、その紹介するためにいろんな商品使ってきたけど、私も自分の肌大事だし、それと同じくやっぱ私を信じて買ってくださる、本当にいつも DM とかくださって、ナインさんのおすすめだけ全部買いましたとか、コスメ代にナインさんのものしかありませんとか、ちょっとずつナインさんのおすすめを頑張って買ってますっていう方とか、もうほんと単純に私を信じて買ってくださる方がすごいいらっしゃるんですね。そういう方の肌も私にとってはすごい大事だから、もう本当に私が使って、もう今後もずっと使っていきたいもの、それをそういった方たちにも使ってほしいって思ったのね。だからもうパイオンテック出会ってからはもう他使う必要なくないって思ったの。それだけすごいこの商品が良かったから。だから今後はもうこれ使っていきたいし、もう私を信じて買ってくださる方にも使ってから私と同じ感動を味わってほしいの。なので本当にもうパイオンテックだったりとか、あとはこのケマみたいに、もう私が本当に使って、これしか使いたくないって思った商品、そういうのだけを紹介していこうかなって思ってます。で、そうなるとですね、おそらく私、宣言はできないけど、11月に目変わりがあるんですね。それで、多分9点目変わりは卒業するかなと思います。このパイオンテックも、ケマも、私が韓国にいるから出会えた商品でもあるんですね。でもこれを特別に皆さんにお届けしてるんですけれども、こういうのって9点で売ってないんですよ。9点とかオリーブヤングとかで売ってないけど、
本当に韓国のもう美容家たちが好きで使ってるものってすごいいっぱいあるの。で、私はそういうものを使って皆さんに届けたいなって思ったんですよ。そうするとね、やっぱり9点は卒業になるかなって思いました。もう私が本当に好きなものだけを紹介していくってなると、9点おすすめ動画みたいな今まで通りのはできなくなるので、皆さんに今までみたいないろんな選択肢を与えなくなるから、今までのような9点目がわりおすすめみたいなそういうのは、できなくなるし、おそらく卒業するかと思います。なんですけど、11月はもう今までも私が何度かコラボしてきたもので、もう日程が決まってるものがあるので、それはもう進行することになってるんですけれども、今まで通り、プチプラでそれなりに効果があるものが好きな方は、ぜひ11月の目変わりも参加していただけたらなって思います。じゃあ何？今までのない9点動画って全部悪い商品なのって言ったらそういうわけではありません。だってさ、9点とかオリーブヤングで売ってる商品ってプチプラじゃないですか。このパイオンテクトはレベルが全然違うわけですよね。やっぱ高いのって高いなりに理由があって、やっぱそれだけいい成分が入ってるんですよ。だから商品だけ見てどっちがいいかって言ったらパイオンテクの方がいいに決まってるんだけれども、今まで私が9点目変わりとか、今までのコラボとかでおすすめしてきた商品は、値段を見たらコスパがすごいいい製品。コスパも良くって、プチプラでいいものを求めている方は、ぜひ11月に控えている目変わり参戦していただけたらなと思います。なのでもう9点目変わり11月、私が好きなブランドだけいくつかやったら、もうそれで終了になるかと思うので、ただ断言はできません。今後、9点目変わりの見たいですっていう方が、たくさん現れたらその時私は考えるかもしれないけど、ちょっともう方針を変えようかなって思ったので、多分11月の目変わりで終わりになるんじゃないかなと思います。で、今後どうしていくかって言ったら、その本当に私が良かったものだけを紹介していくよって言ったんですけれども、そういうものを皆さんにね、ご共有させていただきたいので、それをコスメコリアっていう会社と一緒にさせていただくことになりました。なので、ぜひ前の動画でもお伝えしたんですけれども、コスメコリアのアプリの方では、私が厳選したアイテムだけを毎月毎月やっていく予定なので、ぜひね、アプリを取って楽しみに待っていただけたらと思います。スキンケアだけじゃなくって、本当にファッションとか結構幅広くやっていく予定で、いろんなね、今回もイベントも用意してますし、今回これ2セット買った方に、私からのプレゼントでケマのこのバームプレゼントするじゃないですか。さらにはレビュー書いてくださった方に、次回使えるポイントもプレゼントさせていただきます。で、今回のこの反応が良ければ、こういうイベントも今後ね、たくさん用意してるので、みんなが今までよりもっと楽しんでいただけるんじゃないかなって私もすごいワクワクしてる。という感じで結構大きなご報告と今後の方針についてのお伝えをさせていただきました。なのでこの苦手な方も苦手じゃなくなってくれると嬉しいです。で、一応、パイオンテックは今販売中で、こちらのケマの方は11月の6日からスタートしまして、で、その後に目変わりがあって、コスメコリアにて私の毎月のおすすめ品の今後は11月末スタートになるので、そっからが私のちょっと本格的な開始になるかなと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、じゃあ次ですね、コミュニティとかにもね、結構質問いただいてたので、ちょっとこちらをお答えしようかなと思います。5万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。本当にね、冒頭に感謝の気持ちをお伝えできなかったんですけど、私が5万人に来れたのも本当にいつも見てくださる皆様のおかげで、もうずっと私を信じて楽しみに見てますとか、全部見てますっていう方もいて本当に嬉しいし、なんかコメントとかたくさんくれて、その一つ一つがね、私の励みになってるんですよ。なので、本当に私がここまで来れたのも、皆さんがいなければ私はここまで来れなかったですし、皆様がいてからの私なので、ここまでついてきてくださりありがとうございます。で、私の、そうね、2025年の目標は、じゃーん！チャンネル登録者数10万人を目標としております。1年間であと5万人ということで、結構これは私的には大きなチャレンジなんですよ。大きなちょっと意気込みではあるんですけれども、私が去年の4月に韓国に来て、その時ちょうどね、1万人行ったぐらいだったんですね。で、やっと1年今経ってから4万人増えたの。だから、来年で10万人になるのも難しくないんじゃないかなって思って、大きな意気込みではあるんですけれども、来年、銀の盾、取りに行きたいと思います。なので、皆様、応援よろしくお願いします。友達にもナインちゃんのチャンネル教えてよとかね、すごいたくさん言ってくださる方もいて、本当に嬉しい。本当にありがとうございます。これからも皆様のビューティーをサポートしていくので、私はビューティーのプロなのでお任せください。私は本当に綺麗になることが大好きなので、自分が綺麗になることが大好きだから、こういうスキンケアも好きだし、皮膚科に行ったりとかスパ行ったりするのも好きだし、ネイルしたりするのも好きだし、美容院行くのも好きだし
とにかく綺麗になることが好き。自分が綺麗でいることが好きだし、だから洋服もすごい好きだし、こう着飾るのがすごい好きなのね。だから本当もう、美の全部、1から10まで全部好き。なので本当に皆様の美を全体をトータルサポートできるので、お任せください。で、パック、ちょっともう終わったわ。時間経った。でも結構まだ湿ってる。なんかすごいブサイクな足に見えるけど、私こんな足ブサイクじゃないの。靴下のせいだからね。すごいしっとりやばくない？超しっとりなんだけど。なんかさ、私すっごい今日足むくんでるの。ちょっとなんかむくんでて嫌だな、見せんの。だけど、すっごいしっとりしてる。これすごいいいよ。これすごいいい。なんならこの残ったやつ手にやりたいぐらいなんだけど。足のやつ手にやったらちょっと汚いかな。裏返してちょっとやっとこうかな。左手だけ。やばいの、ほんと。手の乾燥がやばいの。別に後で手洗うしいいよね。左手だけちょっとやっとこう。まだ湿ってるからさ。ごめんなさい。質問の途中でした。ナインさんが韓国に行かれた理由や韓国語の勉強のやり方などナインさんのことをお話ししてほしいです。スキンケアでは韓国スキンケアだけでなく韓国の間で流行ってたり人気ある日本のスキンケアコスメを逆に知りたいです。はい。私が韓国に来た理由は、まあちょっと細かい話をすると、その時に私が、そのインフルエンサーとかの所属する事務所に一時的に入ってたことがあって、そこの担当者さんが、まあ韓国に来ないかって言われたんですね。まあ仕事のチャンスとかも多いし、今やってる仕事辞めるつもりないかって言われて、で、まあ私も、ずっと昔からの夢が、なんか会社員じゃなくって自分の力で何かを成し遂げたいって思ってたの。だから、ずっとこの会社員のままは嫌だったし、インフルエンサーでこう一本でやっていきたいって思ってる気持ちがずっとあったのね。会社員でこうずっと所属してるんじゃなくて、自分の力で何かを成し遂げられるような人になりたいって思ってたから、これって何かのきっかけがないと自分ずっとこのままダラダラやっていくことになるだろうなって思ったので、もうこれタイミングだなって思ったの。それで、もうほんと急遽だよね。急遽その話が来て、もう思い立って、もうこの仕事をずっと6年間も働いてたからね。6年間働いてたけど、もうこれやめて韓国に行こうって思ったのね。すごくない？私の行動力。で、私ほんと6年も働いてたし、その仕事、みんなね、いい子たちばっかりで、一番長く働けてた会社だったから、誰も私が辞めるなんて思ってなかったのよ。だから、なんかちょうどその私が辞める発表されたのが私がいない日だったのね。なぜか私いない日に辞める発表されたんだけど、朝礼で。でもみんな、みたいな。辞めるの？みたいな。もう、その場がみんなだったらしい。そのぐらい私が辞めるなんて本当に誰も思ってもなかったのよ、本当に。もう辞めるっていうことも言った時も、その子、職場で出会って今も友達なんだけど、私の夢を応援してくれるって言ってくれて、で、その子がマネージャーに報告する時に泣いちゃったんだって、私が。私が辞めるっていう話をするときに、泣きながら伝えたらしくて、でも私は友達の夢応援したいからって言って、なんか、涙出てきちゃう。そう、そんな感じでした。私は本当韓国来てよかったなって思うし、やっぱ人ってこう変わりたいんだったら、自分から変わろうと何かこう環境を変えたりとか、自分から変わろうとしないと、変わらないなっていうのは学んだのね。だから本当に韓国に来るきっかけをくれたその事務所にはすごい感謝してる。私はなんか人の縁って大事だなって思ってて、いくら悪い縁だったとしても、その縁って必ず意味がある縁なんですよ。その事務所とは合わない部分もあったんだけれども、そういう私が韓国に来るきっかけもくれたし、そこですごい学んだことも多かったので、これは本当に必要な縁だったんだなって私は思ったのね。そう、なんで私はこういい方に考えるタイプなので、そう。で、来た理由はそんな感じで、韓国語の勉強なんですけれども、これは知らない方いらっしゃったんですけど、私、国籍韓国なんですよ。両親も韓国人なんですね。詳しく言うと、在日韓国人の3世です。おじいちゃんおばあちゃんが韓国から日本に渡ってきて、で、お母さんとお父さんも日本で生まれてます。で、そこで私も日本で生まれてるので、皆さんと育ってる環境は同じなんだけれども、流れてる血が韓国人です。なので、私は韓国人なんだけど、日本で生まれて育ってるので、家族とは普通に日本語で会話してたんですけど、でもやっぱりその韓国人だったら自分の国の言葉は喋れないんだよねってなって、もう小学生の時から韓国語を勉強しました。で、私は幼い時からそういう韓国語を勉強できる環境だったので、勉強法とかやり方とかそういうノウハウとかない。ごめんなさい。でも、そういう学校通ってても喋れない人すごいいるんですよ。同級生でも全然喋れない子いるから、結局は私韓国に来て、いろんな仕事をしていろんな人と会っていくうちに、韓国語がすごい伸びたのね。で、私ほら、カナダに留学してたけど、英語全然喋れないの。勉強も嫌いだし、友達作るのすごい苦手だったから、内向的な性格なんですよ。さすがにカウンセラーやっててさ、人と喋らないといけないから、そういう風に見えないかもなんだけど、あんまりこう、
友達いっぱい作れるタイプじゃなかったので、そもそも。結果的にはやっぱ人との会話ですごい語学って伸びるので、多分ね、シャイな人って語学伸ばすの本当に大変だと思う。私も結構シャイなタイプだから、もうカウンセラーの仕事をやって、喋る技術が結構身についたけど、それでも今でもやっぱ、気楽にコミュニケーションを取るっていうのかな。私まだまだ足りないんですよ。けどやっぱ人との会話で、語学ってすごい伸びるから恥ずかしがらずに喋ること。シャイな人ってやっぱすごいそういうの考えちゃう。言葉間違ったらどうしようとか、聞き返されたら、みたいな。そういうの言われただけで結構ショックを受けるのね。聞き返されただけでも、自分、なんかすごい恥ずかしい気持ちになるというか、自信をなくしちゃうわけ。多分、私と同じタイプの人分かってもらえると思うんだけど。でもそういうのはもう全く気にする必要なくって、もう語学伸ばしたいんだったら自分からね、バンバン話した方がいいし、そう、そんな感じかな。なので、こう机に向かってこうやって書くっていうよりかは、とりあえず現地の韓国人と仲良くなったりとか、会話をたくさんするといいと思います。で、スキンケアのこととコスメのことですよね。韓国の間で流行ってたり、はい、もうパイオンテック使ってください。もう、これは本当韓国の通販とかでも3日間連続で完売したりとか、もう4、50代のお母さんたちがもう狂った製品なので、これ使っとけば間違いないと思います。人気のある日本のスキンケア、コスメは、私ね、日本のスキンケアとかコスメ全然使わないんですよ。だからごめんなさい。これはちょっとよくわからない。こういうの専門にやってる方、誰か教えてあげて。5万人おめでとう。ナインちゃん応援して動画を見てる人が増えてるって本当に嬉しい。本当に可愛い視聴者様。ナインちゃんには関係ないことなんだけど、白髪染めでいいの探してます。もし知ってたら教えてください。そうね、私は白髪染めでいいものはわからない。ごめんなさい。なんだけど、私のオンマもすごい白髪が多くて、オンマはやっぱ白髪染めって不自然になるから自分でやるやつはなんか良くないみたいなことを確か言ってたと思う。なんか結局美容院で染めてもすぐ落ちるから自分でリタッチするやつやればいいじゃんみたいに言ったらなんかそれってすごい変だから嫌なんだよねみたいな話をしてて、で、オンマはどうしてるかっていうと、なるべくその白髪が目立たないようなカラーに染めてるのね。だからすごいメッシュとか入れてるの。で、美容師さんと相談して白髪が目立たないような色に染めてもらってます。で、やっぱブリーチとかが必要で、オンマは髪質がすごいうねるタイプだから、もうプラスブリーチだから、髪がいつもうねって悩んでる。悩んでるけど、一応やっぱその、ね、メッシュたくさん入れてるから、すごい目立ちにくいヘアスタイルに仕上げてもらってます。だから、これもね、ある意味一つの手だと思う。オンマケマ使ったら感動するんじゃないかな。5万人おめでとうございます。私は肌のくすみや乾パンがすごく気になります。この方ね、私が本当に数百人とか、全然 YouTube の登録者数がいない、もう始めたばかりの頃から応援してくださってて、本当にね、始めたばかりの頃ってすっごい心細いのよ。もう一つ一つのコメントに、もう喜ぶし、一人増えた一人減ったで、喜んだり悲しんだりのこの差なのね。で、そんな時にほんと毎日毎日ね、私が動画を投稿するたびにコメントをくださって、本当に感謝してます。本当に。落ち込むたびにそのコメントで私は元気をもらってたので、本当にありがとうございます。本当に感謝してます。で、肌のくすみや乾パンなんですけど、実は乾パンって60代以降から消えるって知ってましたか？そう、60代以降からどんどんこうやってちょっとずつ薄くなっていくらしいんですよ。だから60歳になりました。パパーン。誕生日おめでとう。バーンって全部なくなるっていうわけではないんだけど、60歳からちょっとずつこう薄くなっていくらしいの。で、まあ60じゃないかと思うんですよ、この方は。で、まあ、乾パンに何が効くかっていうと、美容クリニックではやっぱトラネキサム酸を処方してました。ある先生は、そういうシミとかって、レーザー治療よりかは、飲み薬、内服がその効果のほとんどを占めてるよって言ってて、内服の方が重要らしいんですよ。シミとか乾パンには。で、オンマにもトラネキサム酸飲みなよって言って飲ませたんだけど、結構ね、長い間飲んでたのね、その時。そしたら、こう、浮き出てた乾パンとかが、こう、ヒューってね、薄く、引っ込んでこう、薄くなっている感じがあって、なので、トラネキサム酸は、もし長期的に飲める方であれば、おすすめしたいです。ちょっとこれ取ってみるね。やばい。めっちゃしっとりしてる。もったいないからみんなこれ、足使った後に手も使った方がいいと思う。普通に右手もやりたいんだけど。めっちゃいいよ、これ。本当に私今さ、言ったじゃない？食器洗い用洗剤でパッシパシだったから、これすっごいいい。5万人達成おめでとうございます。ナインちゃんの動画はわかりやすくて、なんだか自分も綺麗になれる気持ちにさせてくれます。よかった。ありがとうございます。で、質問というかお願い。
オンマ世代なので目の下の小じわに効く化粧品があればぜひぜひ教えてください。はい。ということで、そう結構ね、目の下の小じわとかアイクリームおすすめ教えてくださいっていう方がいて、ちょっと私もこれはなんかいいものを探したいなって思ったので、見つかったらまたご共有させていただきます。ナインちゃん5万人おめでとうございます。ナインちゃんに質問なのですが、気分が落ちた時やメンタルがダメダメな時、ナインちゃんはどうしてますか？また、ナインちゃんたくさんのスキンケア、コスメたちをどうやって収納してますか？もしよかったら教えてください。ありがとうございます。気分が落ちた時、メンタルダメダメな時。そうですね。私は、とりあえず、何か出来事があったら、オンマに全部報告してる。オンマに電話して、こういうことがあって、こういうことがあって、こうなんだよね、みたいな自分の今の状況を、もう全部オンマに話すようにしてるのね。あとはお姉ちゃんだったりとか、家にいるときはそこに、ぼちとかもいるから、みんなでこういうときはこうした方がいいよとか、そういうアドバイスをくれるの。自分一人で抱え込んじゃうと、メンタルって落ちちゃうし、どんどん落ち込んでいっちゃうと思うから、とりあえず家族に全部話す。それはもう溜め込んで話しちゃダメですよ。溜め込む前に、辛くなる前にもう話す。全部話す。そうすると、まず気分が落ち込むことがないし、全部話してスッキリするから、スッキリしたみたいな感じになるから、私は基本的に、その時の最近の出来事みたいのを全部、テレビ電話して、オンマとか、その周りに、お姉ちゃんとか歩いてきたら、なんか喋ったりとかしてますね。結局はやっぱ血が繋がってる家族が一番信用できるじゃないですか。で、やっぱ友達も話せる内容と話したい内容と、話せる内容と、そういうのもあるから、私は基本的に、そういうなんか、現在の報告というか悩みとかも全部家族にしか話さないタイプですね。で、収納方法なんですけど、これ笑っちゃった。私、収納方法とか本当にない。よくあるじゃん。なんか、YouTuber とかで収納方法教えますみたいな。私はこういう綺麗な、なんかこうやって綺麗に詰めてますみたいな。私そういうの本当にないの。本当になくて、私の収納方法は、とりあえず置くこと。とりあえず、手が届くところに置くこと。本当はね、私綺麗に整理整頓したい派なんですけど、もう追いつかないような量の化粧品、もう収納なんて無理。収納して綺麗に整えるでしょ？で、また新しいサンプルが届くから、もうやってられない。本当にやってられないし、もう無理。だから、私には聞かない方が、私はちょっと、これは正しい正解は言えないんですけど、断捨離です。はい。本当にもう2年前とか3年前とかの古い化粧品まで残ってたから、もうそれは全部処分して、定期的なちょっと断捨離が必要だなって、断捨離するとちょっと気分も変わるので、収納方法かわかんないけど、私の答えは断捨離です。ナインちゃん5万人おめでとうございます。これからもいいもの紹介してくださいね。で、質問。韓国コスメでこれはないと困る。韓国コスメ以外でないと困るってそれぞれありますか？はい、韓国コスメでないと困る。また出ちゃうけど、もう今はパイオンテック。もうこれないと困るし、今ほんとこれしか使いたくないし、これじゃないものを使った時とこれを使った時の肌の感じが全然違うのね。だから今はもうこれがないと無理です。で、韓国コスメ以外でないと困るものは、長年愛用してるのはこの NARS のライトリフレクティングセッティングパウダー。このルースパウダーなんですけど、これは本当に長年愛用してて、冬はね、あんま使わないです。夏はほんとないと困るっていう感じ。あとなんだろう。ないと困るっていうと、無人島に行った時に持っていくものみたいなそこまで遡っちゃう。あとは、パウダー、私結構パウダー好きで、ゲランのこのパウダーすごいいい。前の職場でカウンセラーたちの間で、ちょっとバズってた時期があって、先輩に教えてもらって使ったんだけど、めっちゃ肌が綺麗に見えて、なんか、香りもいいのよ。これすっごいいい香りが。するのね。だから、顔を多分近づけたらめっちゃいい香りがすると思うんだけど、私はこれは結構好きですね。韓国の家に2個と、日本のお家に1個あるので、合計で私3個持ってます。リニューアルしたんですよ、これが。パウダー類になっちゃうんですけど、そんな感じですかね。ナインちゃん5万人おめでとうございます。ドクタービュームのパクとクリームと日焼け止めすごく愛用してます。だけど美容液だけがどうしても合いません。おそらくピュアビタミン C が肌に合わないんだと思います。赤くなって痒くなってしまいます。ピュアビタミン C 以外で美白効果のある成分のスキンケアを教えていただきたいです。ビタミン C 以外だと、やっぱりナイアシンアミドとかトラネキサム酸とかは成分的にはいいと思うんだけれども、またこれはすごいいいものが見つかれば、その時お伝えしたいと思います。ナインちゃん、目標の5万人達成おめでとうございます。ナインちゃんの動画はわかりやすくて実践すると本当に効果があるのでスキンケアが楽しくなりました。ナインちゃんにいつも感謝しながらスキンケアしてます。いつもわかりやすい動画をアップしてくださりありがとうございます。なんて天使なの質問ですが、ナインちゃんはメイクアップ道具
の洗浄や乾かし方とかどうしてますか？私はいつも洗剤で迷うし、ブラシとかどうやって干しておくのが正しいのかわからなくて困ってます。洗う頻度も雑菌のことを考えたら毎日の方が良さそうだけど、これから冬になって乾きにくくなるし、何かいい方法があれば教えてください。はい、さっき話に出てきちゃったんですけど、そう、食器洗い用洗剤で洗えちゃうのと、まあ気になる方はシャンプーで洗えば OK です。道具は、ここに載せとくんですけど、そう、この方にこの後説明してね、この方がすごいちょうどいい表現をしてくれたんですけど、洗濯板みたいのがあるんですよ、ブラシの。で、普通になんか Amazon とか SHEIN とか、テムとかで売ってるので、まあ、それで普通に、それがあるとすごい便利なのね。だからそれで洗って、乾かし方はブラシスタンドが売ってるんですね。で、それも一緒にセットで買うといいと思います。私もちょうどタイムリーに、この方が質問をくださった時に私、ブラシ洗ってたの。だから、そう、それの時の写真がこれなんですけど、なので、こうやってやっとけば、いい感じに乾いてくれるし、便利なのでおすすめです。で、ブラシを洗う頻度は、基本的には、まあ、1ヶ月に1回程度がいいらしいですね。まあ、めんどくさくてね、私もなかなかできてないんですけれども、もしまめに洗える方はそのようにしてみてください。はい、ということでね、皆様の質問にお答えさせていただきました。はい、ということでね、皆様これからも、応援いただければ嬉しいなって思うのと、2025年の目標は、チャンネル登録者数10万人、そして新しいものも手掛けてるってお伝えさせていただいたので、それを本格的に今後こうやって動いていくと思うので、より皆様が喜んでいただけることが増えるんじゃないかなって思います。で、あともう一個ちょっとちっちゃな目標としては、韓国のメディアとかに出れたらいいなっていう私の希望というか夢というか、なんか韓国のテレビに出たりとか、そういうのができたらいいなって思ってて、何でも言霊だから言葉にこうやりたいことはね、どんどん言葉に発信していった方がいいので、そういうのにちょっと出られる機会があれば出たいなって思います。これからもたくさん応援いただけたらすごく嬉しいですし、もっともっとね、成長していく予定なので、たくさん期待していただければ嬉しいです。ぜひね、インスタの方でも、もっともっとね、たくさん情報を載せていきたいなと思っているので、まだな方はフォローと、今後の予定表も載せるので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいのと、チャンネル登録もぜひ、まだしてないとかたまたま入ってきたけど、してないですっていう方は、ぜひしていただけたら嬉しいです。じゃあまた次回会いましょう。バイバイ。おやすみなさーい。